小型水槽に使える小さいフィルターはないだろうか。できれば安くて外掛けの小さいフィルターはないだろうか。はいどうも、ピバです。最近にわかに加熱中の超小型水槽、当チャンネルではちっちゃい水槽でもアクアリウム楽しめるんだっていうのを発信してるんですけど、こういった小さなサイズの水槽を見た時にろ過装置はどうしてるんだと思われる方いらっしゃるかもしれません。小さな水槽で使えるろ過装置というと、まず思い浮かぶのは投げ込み式フィルター。これは水作さんの8コアミニ、かなり使ってるので中は真っ黒なんですけど、こういったものが使えます。実際に設置してみるとこんな感じ。正直でかいですね。投げ込み式フィルターの中では一番小さいサイズなんですけど、超小型水槽に入れるとその存在感は圧倒的です。これは却下だな。これはダメです。エアレーションとろ過を同時にできるのでとってもいいフィルターなんですけどね。次に思い浮かぶのが底面フィルター。こちらはエアポンプを使うエアリフト式の底面フィルター。水作さんのボトムフィルターかな。こちらはジェックスさんの電動式の底面フィルターピコロカ。こういった小さなサイズの底面フィルターを使うこともできます。ただしこれは水槽を立ち上げる前に設置をしないといけません。底面フィルターはろ過能力も高いんですけど、その反面デメリットもあって目詰まりをしてしまうと復旧がとても難しいです。おそらくリセットするしかなくなるんですけど、ぶっちゃけちっちゃい水槽なのでリセットは簡単とはいえ、せっかく作ったレイアウトとかを崩すのは忍びないですね。じゃあこの小型水槽、ろ過能力が高くてメンテナンスもしやすくてかつ安価なろ過フィルター、何がいいだろうと思って最終的にたどり着くのは外掛けフィルター。今回は小型水槽に使える外掛けフィルターをご紹介するとともに、デフォルトの使用方法からさらにスマートに使う方法をご紹介します。小型水槽をやっている方でろ過装置どうしようかなと悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。今回紹介する外掛けフィルターは寿さんのミニフィットフィルター MF。 多分寿さんのラインナップの中で一番小さいものですね。というか外掛けフィルターの中で一番ちっちゃいものかもしれません。この小さな外掛けフィルター、なんと幅10センチの水槽に使用することができます。これね、すごくないですか？この水槽は10センチ角、ガラス圧が3ミリなので内寸は94ミリ。94ミリの小さな水槽にもうジャストサイズですね。横ブレがわずかにする程度なので、まさにシンデレラフィットと言ってもいいんじゃないかというくらいのジャストサイズ。しかもモーターは水槽の外に来るので、小型水槽には寿さんのミニフィットフィルター MF ほぼ一択です。15センチキューブとか20センチキューブになるとまた選択肢は広がってくると思うんですけど、今回はこれを紹介していきます。外掛けフィルターのメリットは何といってもメンテナンスのしやすさですね。ミニフィットフィルター MF には交換露材が2つ、黒い方がアラメマットと白い方が活性炭フィルター。これが2枚1組で交換露材となっています。ろ過装容量はこんな感じのスペースですね。水を入れてみたら 150ml 入りました。裏から見るとこんな感じで、水の流れは給水パイプからろ過槽内に水が出てきて、ここに仕切りがあるので水はこっからこう流れる感じですね。こちらの部屋には露材が入っているので、こっちに来た水はろ過マットを通じて塗水されるという流れです。ただこの下の部分 5mm ほど隙間があるので、こっからろ過されない水がこっちに流れて出ていくっていう流れもあります。露材マニアの方はすぐここにサブストとか入れたがるんですけど、この外掛けフィルターの場合はろ過マットを使わない場合だと、ここから来た水がそのまま塗水されちゃうので、この下の部分は水が流れないと思います。なのでサブストとか入れたい方はこの仕切り板1枚セットしてこの隙間に露材を入れることになると思います。こうするとある程度水は下を通って上に流れていくので、わずかながらろ過能力はアップするかと思います。給水パイプはスポンジ、ストレーナーパーツ、そしてパイプの延長、この構成になっていて、これを本体の給水パイプに取り付ける。これが完成形です。ただ今回取り付けたいこの水槽は高さが10センチしかなくて、停止を入れたら高さ9センチぐらい。ということはこれだとあまりに長すぎます。この延長パイプを取って、これが一番短い構成なんですけど、これでも高さ10センチの水槽だとパイプがつっかえて設置ができません。なのでストレーナーも外して、ここに直接つける。設置方法としてはこれ一択になるかなと思います。ただこのスポンジ、小さい水槽ではでかいですよね。このあたりスマートに設置する方法を後ほどご紹介します。早速ですがこの水槽に設置してみましょう。
よいしょ。サイズ的にはぴったり。ただスポンジがやっぱり目立っていますね。実際にフィルターを稼働させてみます。まずろ過槽に水を入れます。飼育水かカルキを抜いた水、これを入れて、そしてスイッチを入れるわけなんですが、塗水口から流れた水が低床をえぐりそうで怖いんですよね。スイッチオン。ちょっとジャバジャバ言って、最初はエア噛みをしています。スポンジに戯れるエビの数がすごい。さあ今頑張って水が流れていったかな。モーターの方まで水がいっています。そして今流れました。通水しました。エア紙がなくなり、めちゃめちゃ静かですね。モーターは水槽外にあるんですけど、こんな静かなんですね。そして懸念していた低床のえぐれもないですね。結構舞いやすい低床だとは思うんですけど、ほとんど影響はありません。若干砂が動いてるなっていうのはわかるんですけど、えぐれるほどではないですね。今流量を最小にしています。なので結構穏やかな流れなんですが、これを最大にすると結構流量増しますね。ただ低床はそこまで影響はないですね。若干ありますね。若干えぐれ始めている。これはちょっと嫌だな。流量戻します。このサイズの水槽だと流量最低限でいいですね。それにしても本当に静かなフィルターだ。皆さんにこの静かさをお伝えしたい。静かさを伝えるのはどうすればいい？今この部屋はストーブがついているので、それの音の方がうるさいかもしれないんですけど、ピンマイクをモーターに近づけてみます。多分音しないと思うんですよね。ほとんど無音です。これはすごいな。この音の静かさ、副産物的に素晴らしいものなんですけど、今回はこのスポンジの存在感をなくすテクニックをご紹介します。このスポンジね、でかすぎるんですよね。フィルターとしてはとてもちっちゃいんですけど、小型水槽に使うにはちょっとでかい。よいしょ。抜けちゃった。抜けちゃった。ストレーナー使わないと、この下の部分からしか水を吸わないので、ぶっちゃけこの上の部分のスポンジっていうのは無駄なんですよね。だからといって機能していないこの上の部分を切っちゃうのはもったいない。いずれこのスポンジ使うかもしれないですね。ということで僕が用意したのはこちら。この黒い物体はなんだ？アラメスポンジです。これはなんかのアラメスポンジ。ぶっちゃけ何でもいいと思うんですけど、ホームセンターで売ってるアラメスポンジとかでもいいし、フィルターのオプションとして売ってるものでも構いません。このアラメスポンジをショキショキとカットしてこんな感じの細長い物体にします。だいたい1センチ角ぐらいの細長いアラメスポンジ。もうここまで来たらお分かりですね。このスポンジをこのパイプの中に差し込んでいきます。そうするとなんとパイプ内スポンジの完成です。なんとってそんな大げさなもんでもないけど、これでこのパイプの給水口からアラメスポンジを取って水を吸い上げる。ここで大きな汚れとかはシャットアウトしてくれます。しかも水槽内での存在感はこんなに軽減される。どうですか？この差はすごくないですか？元々のスポンジを装着してみます。これがデフォルトのスポンジ。だいぶ存在感変わりますよね。機能的にはそこまで差はないと思うので、実際に稼働させてみましょう。スイッチオン。最初はエア紙をして、いけいけ、頑張れ頑張れ。これで水が流れなかったらこの動画は大失敗だ。いけ、いってる。そして流れる外掛けフィルターとしての機能は全く損なわれてないですね。これはナイスアイデアじゃない？容量 150ml のろ過槽とアラメろ過マットと活性炭ろ過マット、これが追加されたにもかかわらず、水槽の中はこの細いパイプだけ。寿のミニフィットフィルター MF、 これは超小型水槽ユーザーには強い味方ですね。実はこの形態にたどり着く前に、このスポンジの代わりにこちらのステンレスストレーナーを検討していました。これもつくといえばつくんですけど、若干存在感があるのと、本体の構造上若干刺さりきらないんですよね。もっと低床の薄い方だったらこれ使えます。もちろん水槽の高さが15センチとか20センチの方は問題なく使えます。これはチエビとかの吸い込みもほぼなくて、見た目もスタイリッシュなので結構おすすめです。以前紹介動画出してますので、下の動画概要欄からご覧ください。いやー、なんか素晴らしいフィルターだなこれ。こんなちっちゃい静音フィルターなかなかないでしょ。最後にこのスポンジの取り出し方、これは素直にピンセットで抜きましょう。仮にスポンジが中の方まで吸い込まれちゃっても、ピンセットですんなりと取り出すことができます。こっちのカーブの方まで入り込んじゃった場合は頑張ってください。
最後に気になる方もいらっしゃるかと思うので、ベタ水槽で使う場合はどうかというと、ベタには若干水流が強いかなという印象です。ペラカットでも結構水流気にしてる様子なので、もっとヒレの大きな魚だと厳しいかもしれません。なのでベタ水槽での使用はおすすめできないですね。もちろんこのフィルターを背面に設置するとか、塗水口の向きを変えればある程度水流は緩和できます。我が家では使わないかなっていう感じですね。というわけで今回は超小型水槽に使える外掛けフィルターをご紹介しました。寿さんのミニフィットフィルター MF10 センチの水槽にも設置ができて、しかも超静音、工夫次第で水槽の中も超スッキリ、超小型水槽を管理されていて、ろ過能力不安を感じている方はぜひこの外掛けフィルターご検討ください。そうそう、値段言ってなかった。チャームさんで約900円、めちゃめちゃ安いですね。この安さも魅力の一つ。先日この水槽ろ過装置なしでやってるんだぜへへみたいな感じで動画アップしたんですけど、こういったろ過装置を手軽に追加できるとより安心ですね。これだと水の流れもできて水草の成長にいい影響が出るかもしれません。というわけで今回の動画は以上です。もし役に立ったと思われる方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。